皆さんこんにちは。健康防災アドバイザーのいろはです。最近は地震や津波といった言葉を頻繁に聞くようになりました。また、預言者界隈では2025年に大地震が来るなんていう予言をしている人もなんとなく多い気がします。自分や家族を地震や他の災害から守るために備蓄を始めたいけど、何から始めればいいかわからない。そんなことを考えているうちに何も備蓄せず、時間だけが過ぎてしまっている。そんな方も多いのではないでしょうか？今日はそんな備蓄初心者さんに向けて、健康防災アドバイザーの視点から備蓄しておいた方がいいものをランキング形式でお伝えしていきます。この動画でご紹介するものを備えれば完璧というわけにはいきませんが、備えていない今と比べると、被災生活は大きく過ごしやすくなると思います。それでは始めていきましょう。まずランキングを発表する前に、備蓄について知っておいていただきたいことがあります。それは、ただ食べ物、飲み物があればいいという認識では、災害時に健康を保てないということです。災害時の備えというと、なんとなく水とアルファ米、ラジオトライトみたいなイメージがあると思います。食べ物がわかりやすいので、食べ物で例えてみましょう。皆さんは普段から水と白いご飯だけでなく、お肉や野菜、ジュースやおやつなんかを口にしますよね。なぜでしょうか？それは、水と白いご飯だけでは栄養も足りないし、心も満足できないからです。では災害時なら、水と白い米で我慢できるのでしょうか？数日ならなんとかなるかもしれませんが、1週間、1ヶ月と続くと、ビタミンやミネラル、タンパク質などの栄養素は慢性的に不足し、心理的にも飽きてしまうため、苦痛に感じるでしょう。実際に、東日本大地震の被災者にアンケートを取ったところ、野菜が欲しくてたまらなかったという声が多く聞かれていました。つまり、ただなんとなく食べ物を確保しておくだけでは、災害を健康のまま乗り越えることは難しいのです。ライトもなんとなく買って明るさが足りなかったとか、備えておいた電力が全然足りずに、停電期間を真っ暗闇で過ごすことになるなんていうことも十分あり得ます。私がご提案する健康防災、健康備蓄とは、心と体の健康を保つために、科学的、合理的に考えられた備蓄のことです。この考え方を取り入れて、備蓄をするかしないかで、最終的に揃う備蓄の質は大きく変わると考えています。自分や大切な家族を守るために、ぜひ取り入れていただきたい考え方です。それでは、健康備蓄についてざっくりご説明したところで、ランキングに移っていきましょう。この備蓄ランキングは、初心者さんに役立つものになっていますが、すでに備蓄を始めている人にとっても役立つものになっています。なお、このランキングはごくごく一般的な人に向けたものであり、すべての人にとって適合するものではないということをご理解いただいた上で、ご自身の備蓄に活かしていただければと思います。また、今回ご紹介する備蓄品は動画説明欄にリンクを貼っておきます。さらに、私が選んだ災害時に役立つ備蓄品を楽天ルームにまとめております。こちらも動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。備蓄初心者さんが備えておきたい備蓄ランキング13位、カセットコンロ、カセットガス。災害発生時、ガスはおよそ2ヶ月使用できなくなります。その際に役立つのがカセットコンロです。カセットコンロとボンベがあれば、火を使うことができるようになります。食べ物の加熱はもちろん、食器を煮沸したり、このようなカセットボンベ式のストーブを使えば、暖房機器としても使用することが可能です。カセットコンロのおすすめはこちら、岩谷産業のエコプレミアム2です。スリムなので、普段からかさばらず、内燃式バーナーのため、通常のコンロに比べて、ガスを節約することが可能です。ボンベの備蓄の目安は1週間分で、1人当たり7本と考えておけば OK です。1週間耐えきれれば電気が復旧してくるため、IH ヒーターが使えるようになります。加熱機器がガスしかない場合は、このようなコンセント式の IH ヒーターを持っておくことをお勧めします。その他にもカセットコンロには、備蓄の注意点がいろいろありますが、とても長くなってしまいますので、より詳しく知りたい方はこちらの過去動画をご覧ください。12位、モバイルバッテリー。災害時、被災地のほとんどは停電します。およそ1週間から2週間です。その間の分の電力は自分で確保する必要があります。スマホはもちろん、
最近のライトやラジオも USB 充電できるものが増えてきました。そのため、モバイルバッテリーは必ず持っておきましょう。スマホやライトなどを節約しながら使った場合、1日あたりおよそ1万ミリアンペア程度が必要です。必要電力の詳細や、電池、ポータブル電源などについては、こちらの過去動画で解説していますので、ぜひご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。モバイルバッテリーで備える場合は、緊急時用として普段持ち歩く5000から1万ミリアンペア用のものを一人一つ持ちましょう。自宅の外で被災した際には、スマホが家族と連絡を取ったり、ライトになったりと必需品になるため、何としてでもバッテリー切れは避けたいところです。おすすめはこちら。アンカーのパワーバンクです。1万ミリアンペアの大容量なのにコンパクトで 30W の急速充電が可能です。さらに最大の特徴として、バッテリーの残量を 1% 単位で表示することができ、さらに充電している電子機器があとどれくらいの時間充電できるかまで表示してくれます。この機能があることで、具体的にあとどれくらいバッテリーが使えるのかが把握しやすくなり、電力の管理がより簡単にできるようになります。持ち歩かない備蓄用としてはこちら、アンカーの347パワーバンクです。4万ミリアンペアの超大容量モバイルバッテリーであるにもかかわらず、コストがかなり抑えられています。私もこちらを持っていますが、1万円程度で購入しました。他にもノーブランド品で安いものはありますが、バッテリー類は安全性を第一に考えたいため、信頼のおけるアンカーで備えています。安いからという理由だけで購入すると、過去の私みたいに電力容量詐欺にあったり、肝心な時に故障して使えないみたいなことになりかねませんので、くれぐれも注意してください。ちなみに、現在、リタイムという信頼できるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを扱っている会社様からバッテリーをご提供いただいたので、ど素人の私でもお安くポータブル電源化できないか実験しております。来週くらいには動画をアップできそうなので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。コストを抑えつつ、大量の電力を備えるヒントになると思います。11位。ラジオ。災害時。情報は生死を左右すると言っても過言ではないほど重要なものになります。災害発生直後は、スマホの通信が不安定になり、必要な情報が取れなくなる可能性が高くなります。その時のため、ラジオが必要になります。おすすめはこちらです。ラジオとしての機能はもちろん、災害時に欲しいライトやバッテリー、サイレンなどの機能が組み込まれた多機能ラジオです。ただ、イヤホンジャックがないため、避難所で使用する場合は、このような USB 端子をイヤホンジャック化するケーブルなどを持っておくと、周りへの音漏れなどを気にする必要がなくなります。災害時の通信のお話ついでに、災害用伝言ダイヤルの使い方も最低限覚えておきましょう。171で発信。ガイダンスに従って1を押すと録音モード、2を押すと再生モードです。あとは連絡を取りたい電話番号をダイヤルします。とりあえず171にかければガイダンスしてくれますので、まず災害が起こったら171に伝言を残すように家族で示し合わせておきましょう。家族の生死が気になりすぎて自分の避難行動がおろそかになるなんてことも十分あり得る話です。お互いの命とメンタルを守るために必ず家族で話し合っておきましょう。10位。ライト。災害時にライトは必須です。特に夜、停電しているので家の電気だけでなく街灯も含めて街の明かりはすべて消えます。ライトがなければ真っ暗です。地震直後は食器やガラスが割れて地面は凶器で溢れ返ります。それで怪我をしてしまえばその後の避難行動の大きな支障になります。そのためまずは災害直後を乗り切るためのライトを用意します。こんな感じのミニライトがおすすめです。このライトすごく小さいですが直視できないほどの明るさがあります。ライトは寝室の枕元、地震直後に隠れるであろう机の裏側に設置しておきましょう。外出中はスマホのライトでも OK ですが、できればより明るいミニライトの方が視認性が良くなります。また、最近のライトは一昔前のものに比べると軽量化されたにもかかわらず、とても明るくなっています。それほどコストもかからないため、このようなライトを一つ持っておくことをお勧めします。その他にも居室用のランタンやヘッドライトなど必要なライトが多くありますが、長くなりすぎるので、こちらの過去動画をご参照ください。
必要なライトの種類、その場その場にあった光の色や性質について詳しく解説しています。9位、栄養価の高い野菜やタンパク質の備蓄。災害時は食料の配給が自治体からありますが、あくまでも量を基準に用意されたものであって、栄養価などの質まではカバーしきれていない場合が多いです。東日本大地震のデータでも、提供されるものはお米や麺などの炭水化物に偏りがちであり、その他のものが1日に1回でも配給された割合は、お肉やお魚で3割弱、野菜や果物においては1割以下でした。栄養的には、タンパク質を1日に1食ではまず不足は免れません。ましてや野菜や果物がないとなると、健康維持に必要なビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素はすぐに不足してしまうでしょう。つまり、自治体からの配給頼みでは健康維持はほぼ不可能と思っておいていいでしょう。そのため、タンパク質系、野菜系、果物系の備蓄は必須となります。例えば、タンパク質なら焼き鳥缶、野菜系なら乾燥野菜などがあります。災害時じゃなければどこにでも売っているものですが、災害が起こってしまえば、まず手に入らないと思っておいていいでしょう。野菜備蓄、栄養のあるお米系の備蓄に関しては、こちらの過去動画でより詳しく解説しています。タンパク質や脂質などの備蓄方法については、これから配信予定ですので、もう少しお待ちください。8位、防犯ブザー。防犯ブザー？健康と関係ある？と思われた方もいらっしゃると思います。もちろん、関係大ありです。健康は、心が壊れていても、死んでしまっても、得られなくなります。まず生きている必要があります。ちょっと重たい話になりますが、とても大切なのでお伝えします。災害時、みんなが手を取り合って協力できるというのは、ある種の綺麗事でしかありません。もちろん、協力して、災害を乗り切る人たちも多くいます。しかし、そうでない人も、また多くいるのです。災害時のぐちゃぐちゃな状況を利用して、罪を犯す人たちがいます。事実、過去の地震でも犯罪が報告されています。避難所の運営者が、子連れのお母さんに対して、食料を提供する見返りに、体を要求する、避難所で強姦が起こったが、周りは見て見ぬふり、自宅避難中の強盗など、あまり話したくないようなことが事実起こっています。普段からも持ち歩いてほしいですが、災害時は必ず防犯ブザーを持ち歩き、やばいと思ったら迷わず鳴らしましょう。防犯ブザーは、首に下げるなど、わかりやすく防犯してますアピールをしておくことも効果的です。災害時の犯罪に関しては、こちらの過去動画にまとめています。あまりグロテクスにならないように作っていますので、ぜひご視聴ください。7位、衛生用品。災害時は、かなりの確率で、水が使えなくなります。飲み水は確保できていても、生活用水が確保できていなければ、手を洗ったり、洗濯をしたり、食器を洗ったり、体や顔を洗うことはできなくなります。その状況で何も備えていなければ、汚れや大量の菌にさらされることになります。軽い風邪をひく程度ならまだなんとかなりますが、その他の厄介な感染症にかかってしまい、家族内で蔓延してしまえば、異災生活は超ハードモードになってしまいます。災害時は特に衛生的な環境の確保が難しくなるため、マスク、ウェットティッシュ、使い捨ての下着、歯磨きテーパー、消毒液など、体や自分たちが使うものを清潔に保つための備蓄が必須になります。こちらの過去動画で、私が実際に持っている衛生用品や、使うものを清潔に保つための備蓄についてご紹介していますので、よろしければ見てみてください。6位、非常用トイレ。地震災害発生直後からトイレが使えなくなるってご存知でしたか？地震が起こると、水が出なくなるだけでなく、下水管が破損して、水が流せなくなる可能性があります。復旧のめどはそれぞれですが、過去の災害時の下水復旧にかかった期間は、平均1ヶ月であるため、最低でも1ヶ月分の備えが必要になります。自宅避難の場合、このような非常用トイレを使います。便器に袋をかぶせてトイレを済ませ、凝固剤で排泄物を固めます。ですが、停電中だと換気システムも止まっていますので、換気ができなくなります。匂いが気になりそうな方は、このような樹脂製でアルコール消毒ができる非常用トイレを備えておくことをお勧めします。災害時のトイレに関する動画は、またアップする予定ですので、しばらくお待ちください。5位、医薬品。
イメージがついている方も多いと思いますが、災害時は医療が逼迫するため、日常生活の時のように簡単には医療を受けられなくなります。そのため、応急処置程度の医薬品は備えておく必要があります。持病のある方は、処方薬の備蓄について主治医と話しておいたり、お薬手帳を持ち歩いて、非常時にも処方を受けられるようにしておきましょう。そうでない方は、絆創膏、ガーゼ、葛根湯、総合感冒薬、痛み止め、胃腸薬、虫刺され用の塗り薬など、必要最低限のものを備蓄しておくことをお勧めします。災害時に必要な医薬品についてや、配置薬を使ってコストを抑えながら医薬品を備蓄する方法など、詳しくお話ししたいのですが、超長くなってしまいますので、また後日まとめて動画をアップさせていただきます。4位、行動食。行動食とは、災害発生時から自宅にたどり着くまで、避難所で配給をもらうまでの栄養をつなぐための食品です。普段から持ち歩いたり、車に入れておき、災害直後の栄養補給のために食べます。災害発生直後は、ダッシュで重いものを持って緊急避難したり、生死を分ける判断を連続して下したりと、身体的にも精神的にも非常にストレスがかかり、それによって体内の栄養も多く消費してしまいます。運動能力や精神機能を保つためには、栄養を不足させない必要があります。そのため、あまり効かないかもしれませんが、この行動食というものが必要になります。最近の行動食は高性能なものが増えてきており、一つで多くのカロリーやビタミンなどの栄養素を持ち、かつ長期保存が可能な、カロリーメイト、ロングライフのようなものや、車に入れっぱなしにして、5年保存でき、かつ1日分のカロリーを持つ ER シェルなどがあります。いろいろな行動食を食べてきましたが、正直あんまり美味しくないものも多くあります。しかし、この2つは超美味しいです。特に、ER シェルのような高耐久な行動食は結構油臭かったりするものが多いのですが、シェルに関しては油臭さがなく、ジンスコーのような味になっているので、とても食べやすくなっています。非常食全体に言えることですが、栄養価や保存期間ばかりに目がいって、肝心な味をおろそかにしたせいで、いざ食べようと思った時にまずくて食べられない、なんていうことが起きがちです。最近の非常食は美味しくなってきていますが、できればちゃんと味を確認してから備えるようにしましょう。ちなみに、私は味にうるさいので、私がご紹介している備蓄食料は美味しいですので、参考にしてみてください。はい。いよいよ次はトップ3です。備蓄を始める場合は、まずこのトップ3を備えるようにしましょう。このチャンネルでは、幅広い知識と経験を持つ医療防災アドバイザーのいろはが、防災と健康をテーマに、信頼性が高く、実用的な情報を厳選してお届けしています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。3位、防護具、防犯ブザーの時もお伝えしましたが、災害時に健康を保つ以前に、まず地震を生き抜く必要があります。そのための備えは必ずしておきましょう。例えばこのようなヘルメット、これはデルキャップというヘルメットです。普段はコンパクトに収納することができ、災害時は頭にスポッとかぶせることでヘルメットになってくれます。このヘルメットの特徴は2つ、超軽量であることと、非常に高いクッション性があることです。通常のヘルメットももちろん役に立つのですが、重かったりすると負担になって外してしまい、いざ余震が起きた際に被っていないなんてことになりかねません。また、クッション性が抜群のため、落下物が当たっても頭に伝わる衝撃をかなり減らすことができます。サイズはフリーサイズのため、子供から大人まで誰にでもフィットするという点もグッドです。頭を守ったら次は足です。裸足はもちろん、通常の靴では釘や尖ったガラスを踏んだ際に踏み抜いて足を怪我してしまいます。このような踏み抜き防止インソールがあれば、いつも履いている履き慣れた靴に入れるだけで踏み抜き防止機能が加わるため、動きやすさと安全性を両立させることが可能です。他にもあった方がいいものはいろいろあります。楽天ルームにはまとめていますが、解説動画は今後作成する予定ですので、もう少しお待ちください。2位、家具固定具。まずは、こちらの動画をご覧ください。
これはフジラテックス社の家具固定具、ブドウオーベルトストッパーの耐震テストです。震度7でも耐えることができます。しかし、固定していなければ、この震度7という猛烈な揺れに加えて、冷蔵庫が自分に向かって襲ってくる恐れがあるということです。いくら健康的な缶詰があっても、冷蔵庫から身を守ることはできません。自分の周りを見渡してみましょう。今震度7の地震が起きたら、あなたを襲ってくる家具はありませんか？今お子さんがいる場所、安全ですか？安全だと言い切れなかったなら、まずは、先ほどの動画で登場したベルトストッパーのような優秀な家具固定具が必要になります。過去の災害では、栄養不足や病気で亡くなる方より、家具に押しつぶされてしまった方の方が圧倒的に多かったというデータがあります。また、命を守ると同時に家電も守ってくれます。停電が復旧しても家電が倒れて壊れてしまってはいくら電気を通しても使えなくなってしまいます。このように家具を固定しているかどうかで生存率や被災生活の質が変わると言っても過言ではないでしょう。一般的には突っ張り棒などが使われますが、個人的にはベルトストッパーをおすすめします。突っ張り棒タイプは、天井の梁を確認しないと、地震の時に天井を突き破って家具が倒れてくる恐れがあり、見た目もちょっと圧迫感があります。ベルトストッパーなら見た目はスマート、壁も特殊な素材でなければ設置は簡単です。ベルトストッパーはいろいろ種類がありますが、両面テープの面積が大きく、実証実験もしているフジラテックス社のものをおすすめします。私も家中にこちらを使っています。他にも電子レンジやテレビなども耐震マットで転倒対策をしておきましょう。選ぶ際の注意点ですが、このような震度7対応と記載された厚さのあるマットを選びましょう。厚さの薄いものだと、時間経過とともに家電がめり込んで破れてしまったり、少しの衝撃で家電が動いてしまうこともあります。そのため、震度7対応のものを選びましょう。はい。ここまで13位から2位までをお伝えしてきました。それでは、いよいよ第1位の発表です。持ってなかったら、特にすぐ備蓄するようにしましょう。1位、水。水は、生命の維持に欠かせません。飲み水としてだけでなく、清潔を保ったり、調理をするためにも必要になります。水を備蓄していないとなると、配給に頼るほかなくなってしまいます。給水車が来るからいいと思っている方、熊本大地震では、給水車が地震発生の翌日に来てくれましたが、それでも最長で5時間並んで、もらえる水は1人3リットルです。極寒、酷暑の中、並べますか？家族4人だった場合、12リットルの水を持って帰れますか？台車があったとしても、台車を引けるような道路の状態が保たれている保証もありません。これだけでも十分水を備蓄しておく必要があることはご理解いただけると思います。さらに必要な根拠を見てみましょう。内閣府は1人当たり3リットルを3日分、およそ10リットルの水の備蓄を推奨していますが、あくまでも飲み水だけのお話です。生活用水も合わせれば、衛生用品の備蓄で節水したとしても、1人当たり1日に7リットル程度は必要です。また、3日分では不足する可能性が高いため、少なくとも1週間分は備えておきたいところです。4人家族の場合、およそ200リットルです。ちゃんと備蓄しておかなければ、到底200リットルの備蓄は難しいでしょう。飲み水は、こちらのような 500ml の保存水での確保がおすすめです。コスパ良好で7年間の保存が可能な優秀な水です。2リットルではなく 500ml のボトルをおすすめしているのは、携帯性が良く、飲み切るまでの時間が短くなるため、衛生的だからです。さらに、飲むことも可能な水を大量に確保する方法として、次のような方法があります。このようなコック付きの100リットル、ポリタンクに水道水を溜めておきます。複数用意するか、農業用のものを用意すれば、さらに多くの水が確保できます。これだけでは汚れが入ってしまって、衛生的ではありません。そこで活躍するのが、このような浄水器です。この浄水器は、電動の浄水器で、複数の高性能フィルターが入っていて、水に含まれる汚れや匂いを除去し、飲み水レベルにまで水をきれいにしてくれます。スイッチを入れるだけで、タンクに溜めていた水を浄水することができ、生活用水はもちろん、飲み水として利用することができます。近くに川の水があるから災害時は、川の水を飲むという方もいらっしゃいましたが、
災害のストレスで弱った胃腸に飲めるよと公的機関のお墨付きがない川の水を飲むのは絶対にやめた方がいいです。特に災害時はいろんなものが川の水に混ざってしまっている可能性もあります。災害時はできるだけペットボトルの水を飲み、足りないならタンクに溜めた水道水を浄水して飲む程度にしておくことをお勧めします。こちらは電動のため、電力備蓄がないと大量の水の浄水には使えませんが、その場合はこのような電気を使わないものもあります。両方使ってみた感想ですが、やっぱり色々やることがある中で、地道に水を浄水するのはプチストレスになるかなと思います。電動なら給水フィルターを水に入れて、スイッチを押すだけで水が汲めるため、電力備蓄をして、電動の浄水器を使った方がいいかなと思いました。ちなみにこの浄水器を使って、過去に川の水を飲んでみたことがありますが、水はきれいになって匂いもなく、お腹も壊しませんでした。はい。ランキングは以上になります。このランキングを通して、健康防災、健康備蓄の大切さが、少しでも伝わればと思います。最後に私から皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、人間は長い目で見て備えるということが、本能的に苦手、だということです。そのため、ほとんどの人は、地震をはじめとする災害は怖いとは知りつつも、具体的に考えて備えることができていません。この動画にたどり着き、ここまでご視聴くださった皆さんは、それだけで長い目で見る力があると言えます。これから備蓄を始めようと思っている方、備蓄をしているけど、今回のランキングを見て足りないと思った方、情報を得るだけでは、備えたことにはならないので、少しでも、実際に備えるという行動に移してもらえるととても嬉しく思います。皆さんの行動で自分や大切な人たちの健康を守っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また、皆さんが健康備蓄という言葉を聞いてどう思ったかや、動画では登場していないけどあった方がいい備蓄品などありましたらぜひ教えてください。質問も大歓迎です。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。